皆さん、こんにちは。京都って素敵な場所がいっぱいありますけど、今日はちょっと変わった京都の楽しみ方をご紹介しますね。ガイドブックにはあまり載ってない地元の人だけが知ってるような路地裏。ここには私たちが忘れかけてた京都のもう一つの顔があるんです。なんだか時間がゆっくり流れてるみたい。まるで昔にタイムスリップしたような懐かしい風景が広がってるんですよ。今回は市場からスタートして活気ある錦市場、そして祇園の花見小路、さらに味木路地を通って五条モールまで、そして最後は雪が舞い散る幻想的な河原町へと向かいます。だいたい1時間半くらいのんびり歩いてみます。有名な観光地のすぐそばにもひっそりとした小道がたくさんあるんです。ここを歩くと京都って本当に奥深いなって感じてもらえると思いますよ。さあ、いつものバタバタした日常を忘れてことの空気と冬ならではの特別な京都を感じる旅へ一緒に出かけましょう。市場通りのガヤガヤした雰囲気から一歩いるともう全然違う世界。なんか時間が止まってるみたいに静かで落ち着いた路地なんです。お地蔵さんの優しい顔に見守られながら京都の昔ながらの暮らしの中に入っていく感じですね。次は京の台所として有名な錦市場へ。ここは京都の食文化の中心で見ているだけでも楽しいですよね。地元の人も観光客もみんな美味しそうなものを求めてにぎわっています。この活気もまた京都の大切な一面ですよね。きらびやかな花見小路の裏にはもっと雰囲気のある小道が隠れてるんです。石畳の路地には京都らしい伝統が息づいてて、夕方には亭灯の明かりがとっても幻想的。舞子さんが歩く表通りとは違う静かで上品な雰囲気を味わえますよ。祇園の素敵な雰囲気を味わったら今度はもっと南へ、遠くにきれいな東山の山々を見ながら目指すは味木路地。この道のり自体も京都の深い歴史を感じさせてくれるんですよね。ここが今回どうしても来たかった味木路地古い長屋を改装していろんなクリエイターさんが住んでるシェアハウスなんです。生活の音とそれぞれの個性が混じり合っててすごく独特な空間。路地全体がアート作品みたいに見えますね。味木路地の余韻に浸りながら次の目的地五条モールへ。この辺りもまた生活感いっぱいの路地裏が広がってます。思わぬところに素敵なアートや昔の京都の面影を見つけられるのも路地裏歩きの楽しいところですね。
昔、旅館街だった場所をリノベーションした五条モール。レトロな建物の中に個性豊かなお店がいっぱい集まってるんです。古本を眺めたり、カフェで休憩したり、アート作品を見たり、路地裏とはまた違った新しい発見がありますよ。五条モールを勝ちにし、私たちは河原町方面へ。空を見上げると、なんだか雪の気配がしてきましたね。京都の冬は時にこんなサプライズをくれるんです。わあ、見てください。雪が降ってきました。普段は賑やかな河原町も、雪が降るとこんなに幻想的な雰囲気になるんですね。しんしんと降る雪が街の音を吸い込んで、すべてが静かにゆっくりと流れているみたいです。白い雪が京都の古き良き街並みをまるで水墨画のように揃えています。普段見慣れた景色も雪が降るだけでこんなにも美しく、そしてどこかバーゲな表情を見せてくれるんですね。これもまた冬の京都でしか味わえない特別な魅力です。賑やかな場所も静かな路地裏も、そして雪が降る幻想的な街も、京都はいつ訪れても新しい顔を見せてくれる奥深い場所だと改めて感じました。旅ってただ目的地に着くだけじゃないですよね。途中にもたくさんの発見とか感動が隠れてるんだなって改めて思いました。冬の京都のこんな美しい景色も皆さんにとって忘れられない思い出になったら嬉しいな。この動画いいなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回の動画も楽しみにしててくださいね。